こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、6月の、運勢、どんな月になるかっていうのをお話ししたいと思っています。で、先日ね、昨日のライブなどね、ちょっと、雷などがあってすいませんね、やりたかったんですけど、ちょっとね不安定、天候がインドの方今不安定なので、ちょっと様子見ながらさせていただきます。いつもありがとうございます。自主練をね頑張ってやってください。で6月の運勢どんな月になるかなんですけれども、今月はねやっぱすごい気づきの多い、スピリチュアルな月になるんじゃないかなっていうことですね。そういう自分とつながったり宇宙とつながるようなことが結構起きてくるっていう月だと思っていただくといいと思います。でまず数比とマヤ暦で、見ていきますけれども、数比の場合は2と11っていう数字なんですね。一番強いのが多分11になると思うんですけれども、11っていうのはもうマスターナンバーでねスピリチュアルな数字になりますので、やっぱり宇宙とつながりやすい、ちょっと感覚的な部分、あとは気づきが結構ねいろいろ出来事として起きるんじゃないかと思いますので、その気づきをね大事にしていただければいいと思うんですけど、気づきが起こるってことはやっぱりこうちょっと動揺するようなことが起きたりハッとするようなこととかがあったりするんじゃないかと思うので、そのあたり気づきを大事にしていただければいいと思うんですけれども、ちょっとスピな時ですね。あと2位だとすると女性性とか母性とか、だからその気づき全体的なところでなんか愛の眼差しっていうかね、親の意識みたいな感じで全体的なところを見ながらやっていただけるといいんじゃないかと思います。だからこう今月はスピリチュアルな月になるから、その宇宙からね降りてくるメッセージとかもそうだし、あと気づきを大事にしていくのと、あとはねもう地球のことを地球全体のことを考えていく時に入ったんじゃないかと思うので、なんかこれからどういう風に地球がなっていくといいかなとか、地球で今起きていることについて考えるとか、そういうことの方にね意識を向けていくとシンクロがどんどん起きてくるんじゃないかと思っています。だからね一概にこういう風になるっていうことがねやっぱ人によって全然感じ方が今月はね変わるんじゃないかと思うので、それぞれなんじゃないかなと思っています。で、まず6月のどんな感じのねマヤ暦で、流れになってるかなんですけれども、白い犬の時ですね。それが、6月の2日から14日までが白い犬の時です。でその後15日から27日まで青い夜で、その後黄色い戦士28日から黄色い戦士になって、あとは夏至が6月21日にありますね。はい、だから結構ねそうだな、本当これを見る限りでもやっぱスピリチュアルな時だろうなっていう感じですね。でまず、6月の2日から14日ですね。この白い犬の時はどういうふうな、ことが起きたりどういう月になるかなんですけれども、この時っていうのは、家族また、家族の輪を広げることを意識するとシンクロが起きる。自分の考え方に対する信念も考えてみよう。自分にも他人にも素直になることを意識するとシンクロが起き始める。お仕えする生き方を意識し信念を持ち、人類皆家族を周りの皆に伝えることを意識する。時にはいろいろな人と食事を共にすることもいいでしょう。宇宙が味方し最大級のシンクロが降り注ぐ。そしていろいろな人と過ごすことによってその場のエネルギーがどんどん広がり、振動数が大きくなる。時空間を突き抜けていろいろなものが集まってくる。その集まったものが芽を出すようにそれぞれ羽ばたき調和をもたらす。いいですね。だからこのねやっぱりね、人類皆家族地球全体のことをね考える、みんなで考えるとか自分で考えるとか、やっぱスピリチュアルな時だからこの辺りをやるといいと思いますし、白い犬の時ってやっぱすごい宇宙のエネルギーがめちゃ強いですよ。もう犬って忠実じゃないですか。で白い犬の時ってもう宇宙に忠実なんですよ。宇宙に忠実なエネルギーが降り注ぐから、やっぱりこう何かずれてても戻されるっていうようなことがね結構起きるんじゃないかと思いますけれども、
自分の心に忠実になってずれてる人は戻していく、いろんな気づきがあるんじゃないかと思います。あとは家族をね中心にしていくといいと思いますので、自分自身の家族もね大事に、家族の方に意識を向けたり、地球全体を家族として捉えて地球のことを考えるっていうことをやっていくといいと思います。そのようなことが起きると思いますね。考えるようなことが起きるってことですね。はい。で次、青い夜の時が、6月の15日から27日まで、もう後半がだから白いので、前半が白いので後半が青い夜っていう感じですね。はい。で青い夜の時はどういうことが起こるかなんですけれども、青い夜の時は、夢を与えるマイペースな時だから、安定とか安心とか、このさ、スピリチュアルな時だし、宇宙とつながりやすい時だから、この辺りは本当夢見るといいと思うんですね。こんな風な地球になったらいいなとか、楽しいな、なんか夢みたい、ちょっとふわふわしてもいいと思いますし、そんな感じになるといいと思います。夢を語り続けることで豊かな時を過ごすことができる時、自分の夢を語り相手の夢も語る、神秘的で夢を与えるのが、役目の時ですね。そこに途方もない豊かなシンクロが引き寄せられてくる。夢語るというんだね。とにかくこの時は、夢を語り続けることでシンクロが降り注ぐ。夜はある意味時が止まっているから今が継続している時。時としては人は夜に心で夢を広げていく。その果てしなく広がる心の夢の空間から新しい夢の時を展開し、心から思わず、転がり出て湧き出してくる夢を語ることによりシンクロが湧き出すように引き寄せられてくる。でこういう時っていうのはお金の話とかはやっぱあんましないで、とにかく夢を語る、あと夢を見る。夢ってこう寝てる夢っていうのももちろんいいと思うんだけど、なんかこういう風にしたいなって、あとだから地球全体のことを感じだからね、こんな風になるといいな、自分自身もそうだし地球全体がこうなっていくといいなみたいな感じで、思うといいんじゃないかと思います。楽しいね。でここでまた夏至があるんだよね。6月21日にねこの時にありますので、夏至のところもねやっぱりパワフルな、ちょっと夏至は後で話すね。であとは黄色い戦士、6月の、28日から黄色い戦士になりますので、ここからもいきなりまたガラッとエネルギーが変わって挑戦とか、チャレンジの時に入っていきます。大胆にチャレンジする時が来ました。3だからね、やっぱりこう2から今度3になっていく、来月ですね。来月に向けて、そのようなエネルギーが、入ってくると思います。どんどんチャレンジしていく、ピンチもチャンスになったり、チャレンジすることによってシンクロが起きるっていうのが、6月28後半の最後の方ですね。6月入っていきます。楽しいね。ね、だからこの辺りでもかなり、はっきりしたね流れが読めるんじゃないかと思います。で夏至6月21日のね夏至がありますけれども、この辺りからどんな風にエネルギーが変化していくかってことなんですけれども、やっぱり私たちがもう主体となっていく時代が来てですね、今までは受け身であったような時代からこういう風なことを体験したい、こういう風な地球を作っていきたいっていうのを私たちが投げて、それを体験していく時が、来ていますから、そのあたりの、強いエネルギーの変化が夏至のあたりであるんじゃないかなと思いますので、だから要はすごい気づき、大きいやっぱりこう生み出しとかはさもう散々やってきてますから、こっからはもう楽しい方の転換っていうのかな、楽しかったり、もうやっぱり自分が作るっていう使命感みたいなそういうのが出てくる方もいると思うし、だからワクワクの気持ちとかね、そっちの方に切り替わっていく人も多いんじゃないかと思いますね。ワクワクしてる人はもっとワクワクしてきちゃうし、あとはフレーズが変わる、今まで付き合っていた人とか自分が興味持った分野がちょっとまた違う発展的な分野に変わっていく人とかも多いんじゃないかと思いますね。だからこういう変化にどんどん対応して、楽しんでいただけるといいんじゃないかと思います。そして最後にこの6月に対して皆さんへの、カードを引きました。こちらになります。愛を受け取るっていうカードなんですね。愛を受け取る、めちゃめちゃいいカードだね。
皆さんやっぱりスピリチュアルな存在であって、もう愛されてるんですよね。そして愛の存在が自分自身であるっていう感じで、今までは自分自身に対して結構厳しいところがねあったりしたと思うんですね。あと生み出しとかいっぱい頑張ってやってきたと思うんだけど、今からやる方はねやっていただければいいと思うけど、やっぱり自分自身に対して愛を向けてあげる、どん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 向けてあげて楽しいことをやっていくっていうことをやってみてください。メッセージとしては、あなたに健全な境界線を引いてほしいって伝えているっていうことでもあるみたいですね。だから、境界線、共依存、愛を受け取るっていうことは境界線とか共依存をやっぱりもう超えるってことですね。あなたに健全な境界線を引いてほしいと伝えています。あなたは共依存の関係に陥って自分を見失っていませんか？スターシードは人間関係にすぐどっぷり使ってしまうことが多い。あなたが受け取っているより与える方がずっと多いのではないでしょうか。または関係が不安定で自分の立場がよくわからないのではないですか。今の関係を見直してみてください。相手との間にどんなエネルギー的な協定を結んでいるのでしょうか。それは意識的に結ぶ場合も無意識に結んでいる場合もある。あなたが不安定で無力さを感じるような関係は健全ではありません。その人の前では、あなたは安心して自分を出すことができますか？あなたはその関係を利用して何か自分に足りない部分を埋めようとしていませんかっていうねメッセージ来てますので、自分自身がねもう与えてばっかりいないで自分がもう愛を受け取る、ちょっとわがままになっていいんですよ。そうやっぱりね受け取る時にはやっぱり自分主体で受け取るっていうことも自分でやっていかなくちゃいけないわけだし、もう今ほら自力スピリチュアルですからね。そうで、あと何ていうのかな、自分のことをいつも応援してくれる人だったらいいけど足引っ張る人だっているし、そういう人に対して優しさを向けすぎてると共依存になってたりするから、やっぱもう受け取る方をしっかりやっていく、自分に対してご褒美あげたり自分に優しくしたり、あとはやっぱりこう自分自身を、大事にするために共依存してる人とか、共依存結構ありますからね。もう自分と相手は違う存在であるっていう切り離すことによって受け取れる愛ももっともっと増えてくると思いますから、でそうすると自分自身のエネルギーが大きくなって、さらに他の人に対してもっともっと与えることができるっていうことなんですね。自分が他の人のためにも一回やっぱりちょっと切り離して、自分自身が受け取る方をね受け取ったり、自分自身に対してギフトをねあげていくといいんじゃないかと思います。で今月に関してはだからスピリチュアルな月ですね。本当にふわふわするっていうよりもつながりやすいし、気づきがめちゃめちゃ多いんじゃないかと思うんですよ。だからちょっとふわふわするようなこともあったりするかなと思います。あとは、人間関係のね動揺が起きるんじゃないかっていうところも出てるので、ちょっとね人によって違うと思うんだけど、動揺っていうのは大きなやっぱり気づき、あとはだからここにあるように共依存してた人とは切れたりとか切らなくちゃいけないようなことが起きるかもしれないけど、あなたが進んでいる道、あなたが選択するものっていうのは全て最善で最高の方向ですから、自分のことを信じて、自分と生きていくのは自分自身しかいないから、自分を信じて生きていくっていうことを、やっぱりやるためのね出来事が起きるんじゃないかと思います。okay. はい、今月のね6月に関して、の、メッセージでした。ぜひね参考にしていただければいいんじゃないかと思います。で今、私自身皆さんのエネルギーを見て、最後メッセージを一つ下ろしたいと思います。自分を大事にするだな、本当にみんなよくね頑張ってるなっていうのをすごく感じます。やっぱり人を愛しているからこそ、自分を愛しているからこそ、人を愛しているからこそ自分のことを大事にするっていうことですね。地球ではこの順番が今まで逆をね教えられてきてるから、どうしても逆のパターンが自分の感覚ではちょっとノーって言ってるのにイエスっていう風なところをつかみがちなんですけれども、自分自身がノーと思ったらノーをちゃんと選択できるように
自分の選択に沿って生きていく、選択をしていくっていうことですね。これが要は自分自身の羅針盤になり進む方向を指し示してくれますから、ここを自分自身がちゃんとというか、今までちょっと選択が危うかった人はやっぱり選択しなくちゃいけないっていうような出来事が起きるんじゃないかなと思いますから、やっちゃいなっていう選択しちゃいなっていう感じですね。やっちゃえ、大丈夫ですそれが最善の道になってるって宇宙が言ってますから、楽しんでやってみてください。では6月の運勢を、今月どんな月になるか、読んでみました。また撮ります。ではでは。